次だ、この香り嗅いでみてください。これソース、ね、神戸元町のルービストロの宇野雄三と言います。今日は牛肉のパイ包みを作らせていただきます。最初ヒレ肉から掃除からやりますね。ちょっと今日は4人前ぐらいの感じでね。ここに油がようさん出るんでね、この油の感じを見て、尻尾のとこ使われるんでしたらこう畳んでもらったらねいいと思います。今日はでもちょっと真ん中の部分をね、このヘレとかサーロインはやっぱり繊維がこう縦に入っているのでね、均一に入りやすいんで。ただももとかランプとかはやっぱりこうカーブしとったり繊維が粗かったりするので、パイ包みにすると熱伝導悪いから時間もかかるんですけど、なかなかパイとの焼いた時のバランスがねうまくいかないことが多いんですよ。パイ包みはやっぱヒレがやりやすいんですよ。ヘレとサーロインとかね、やっぱりこう高級というかいい部分、いい食材っていうのは値段相応でやっぱり手をかけないっていうかね、手をかけずにもう焼くだけでそのままうまく作業が少ない感じですね。あとももなんかですとどうしても値段が安い部分、どうしてもこう肉の繊維が粗くて熱がこう逃げたりするんでね、で時間もかかりますね。黒毛和牛だと脂が強いね、どうしてもパイを焼いた時にちょっと油が漏れるんですよね。これ紐だけちょっと一回軽くかけてね。でこれで塩コショウね。ちょっと気持ち強めにね、コショウはちょっと僕はちょっと粗めの黒コショウ使ってるんですけど、これでこうこの表面軽く薄くね焼き目つけるっていうより表面こうちょっと一枚膜作る感じね。それは形が崩れにくいとかそういう。やっぱりこの生でいくと熱入れてるうちにちょっとこう血がこうにじみ出たり水分がにじみ出たりするんでね、それを止めるだけのね役目です。そうですね、今中火と弱火の間ぐらいですね。これぐらいですかな。
ね、これ成形してもうこれはもう外すだけでね、これで。まあこれ太いとこからずっと巻いてるんですけど、できるだけ同じ条件で火を熱伝導入れたいんでね。だからこういうもう結局冷蔵庫にこれ入れとったら一番いいんですけども、このマーブル台なくてもね、でこの大きさに一番こうイメージしながらね、パイってこの伸ばした方に縮むんでね、ストレスかかった方にね、だからこう均一に、まあパイシートやと伸ばす手間はないんですけど、パイシートだと今度あれなんですよ、できたままで使わないとこういう成形が効かないんですよね。伸ばしたりすることができへんから、できたらこういうのがあったらね、こういうのを買い求めてもらったら、パイシートでもいいんですけど、この肉の大きさがたびたび違うんで、2人前とか4人前とかなってきたら、でこの端っこの方はこう残ったらこうそれで包んで中に入れたら、でこう縦に包むより斜めに包んだ方が少ないパイ生地で大きいも包めるんですよ。だからこの大きさをこう近くに置いてイメージしながらね、でまあこういうパイシートを使うのに一番ちょっと気をつけているのは、もうなんか無駄を出さない、できるだけね、全部これ1枚でこれ四角いからおまるのパイとかどうしても丸にしないといけないんで、またパイの残さずにこれで使い切りたいのと、あとは厚さですね、厚さだけでグルテンがどうしても出ますんで、一回冷凍庫で軽くね固めて、間になんか要はマッシュルームとか挟んだりなんやかんやしたりするんやけど、もうこのままストレートで巻くので、あとは食事で食べるので、お菓子のピティビエとかああいうんじゃないでね、できるだけ食事の時はもう薄い方がいいですね。だからもうこの肉の感じと、こういう感じね、でこれをこの粉をまめに履かないとパイのツヤとそうです、パイのツヤが悪くなるのとね、でこういう鉄板みたいなのを冷蔵庫入れてる方がいいですね。次また作業するのにね。で伸ばす前もそうですけど、全卵1個と卵黄2個とね、それで砂糖 1g と塩 1g、このフランスのイノックスのフランス製のやつね。やっぱりハケはこれめちゃめちゃ大事です。塗ったりするのね、はい、あんまり凍らしすぎるとねあれですよ。結局伸ばしてすぐやとグルテンが出てしまうんで、一回グルテン出たら、ピザ生地なんかはグルテン出る前に焼き上げてしまうんで、
やっぱりパイなんかはやっぱりねグルテン出る前にちょっとこうバターが入ってるからすぐ固まるんでね、こう大体包むイメージね。これぐらいだったら包めるかな。こう同量に塗って、デリケートなんでそこだけですよね。だから強引にやってしまうと正直にその部分から縮んでしまうんでね。だからパイがうまくいったりしなかったりするのはそれでなんですけどね。もうこの包み方が一番いいです。あんまり切ったりせんでええしね。このだけちょっとうまいことガードしといて、だからこういうふうにこう冷やしながらやると扱いやすい。300度で最初焼き上げて、こうパイって一気に最初に焼き色つけてしまわないとね、うまいこと扱うとこういうふうに扱いやすいんですよ。だから無理やり伸ばしたりするとそこに正直に縮みますから、ストレスかかったところにね、こう1回目塗りますね。オーブンの天板も冷凍とかしといた方がいい？いや、オーブンの天板はもうこれですね。これちょっと冷やしてるんですけど、冷蔵庫でね。これそのままあったかかったら溶けますから、パイね。だから内側塗るやつ卵白でもいいです。ひっつきますから。これ表面だけね同量にするの卵黄で。これちょっと冷凍庫入れて、こう綺麗じゃない方をこう反対に向けにかぶしますんで、こうグッと押さえて、あんまりこれが冷えすぎてるとね、切れが悪いです。割れてまう。これね、こういうふうに切れたらね、ここちょっともうええかな。こうだからちょっとある程度硬さがないとこう切れへんですよ、これね。でもしあれやったら包丁でこう入れてもうても、こういうふうにね、もうこれなかったらもうちょっと面倒くさいけどな。これプラスチックのなんかそんなんも売ってますから、はい、別にこれも一応見た目だけなんでね。でこれかぶすのはあれなんですよ、切った方に力がかかりますから、切った方をかぶすとパイが上から押さえられてるんでね、パイが膨らむ時に切れてる方に力が入りますでしょ。わかりますかね。こう押さえてるから、パイの生地に負担がかかるの押さえられてるんでね。だからこれ落ちた方の反対側ね。で押した方やとこういう風に力がかかってるから、こういう風にね、こっちにこう力がかかってるので、
焼いた時にね力がかかってる方こう膨らむんですよ。わかります？そうです。先に向けて縮むんですよ。だから反対向けたらこっちの方が幅が広いからこうやると綺麗ねんけどこう膨らむんですよ。こう縮んで膨らむ。力がかかってるから。まあ、2回塗った後ここも外れるからこれもう1回ねこれも2回塗る。もう一回塗りますんで、ね、冷凍してね。あとはこうやって乾かしたりする寝かせですよね。だからできるだけストレス与えんようにね。2回塗った方が絶対綺麗に上がります。ああいうアップルパイとかピティビエとかも必ず2回塗りますから。でこのかぶす前に2回塗ってこれかぶしてからもう1回塗る。これ3箇所は絶対真ん中端っこもう端っこね、これめっちゃ大事です。なんでか言うたら外側から火入ってきますから、両方の外側から入ってくるんでね、中心に行くまでにねそれを測るのに絶対3箇所開けとかないとね、いきなり真ん中刺してもどれぐらい入ってるかわからんから。でこれでこうね煙突ってね作ってね、でこれねもう一回寝かしていきます。これもうめっちゃ大事です。これで5分ぐらいね入れときます。5分とやっぱりその粉のその質とかそういう粉の特性からねやっぱり理解してもらった方が、やっぱり日本の粉は日本のアメリカとカナダ産なんで細かくひいてるから、うどんとかそばのとわりじゃないですけどちょっと割ったりね73か8人ぐらいのそれ用に細かくひいとんですよ。だからこう混ざりやすいんやけど細かい粒子やねんけど無理くりひいてるのもあるんですけども、やっぱりその細かい粒子の中に水が入らないんですよね、あれ意外と。だからパイとかに向いてないんですよ。で焼くのに向いてなくて湯がくのにうどんとかに向いとんですよ、日本の粉はね。だからパスタなんかはやっぱり湯がくのに向いとんですよ、タイプ00番ってね。だからピザその代わりグルテンが強いからピザも投げたりせなあかんし、でだから熱いので一気に焼き切らんと縮むんですよね。だからせやけどイタリアのピザってピエモンテなんか全部卵黄で作るっていうけど、どんだけ卵入れても重たくないんですよ。まあそこの要市販のねあれなんかパスタなんかそうですけど、でフランスの粉と日本の粉に卵入れたら卵麺みたいになるんですよ、ボテボテの。めちゃめちゃ重たなるんですよ。不思議やけど、でもやっぱりそういう風土がそういう風にさせてるんですよ。でフランスはなんで焼き物が多くて
パン屋が多いか言ったらフランスの粉は焼くのに適してるんです。だからパン屋が多いんです。300度で焼き目つけて、これちょっとこんな感じね。でこれで250に落とします。250に落としてちょっと鉄板1枚かまして、ここまで焼き色ねつけて、でこれで鉄板へこれ250で落として、でこれでちょっとこれ一発こう網をこうかむして、高さを出すとねこれで止まりますから、ここでももうとりあえずもう250度でもう焼き切るっていう、まああれもいいですけどね、一回煮込んだ肉ありました、煮込み料理をパイ包みにしたら失敗少ないです。ほんで煮込み料理のソースをかける、これいいです。それはもういいかもしれませんね。まあやっぱり煮込み料理やっぱりバラから上が煮込みなんでね、だからやっぱり肩ロースが首とか牛ね、まあそれ煮込みやったら羊でもいいですよね。羊のそれ煮込み料理をパイ包みにしたらもう中火入っとるんでね、パイだけ考えとったらから失敗はないですよね。でソースは出汁があるから、それでソースかけたらね、もうこうやってちょっと泡がね、泡いうかこうジューッと言い出してきたら肉がちょっと焼けてきとるんですよ。ちょっと見てみますね。ちょっと刺してみて、もうだいぶ来てますね。こっちはまだもうちょいかな。もう10分以内に上がります。もうええかな思ってね。もうだんだんこういうちょっとね風味がようなってきようんですよ。焼き上がってきたらこの香り嗅いでみてください。ほらわかります？いいか、はい、でこういうふうにちょっと香りがね立ってきようんで、もうそろそろいける感じですね。もうちょっとやな。ちょっとソースも仕上げますわ。ちょっとバター多めにいきますか。これだいたい沸いてるとね、これ勝手にこのブクブクでつながるんですよ。混ぜんでもね。フランスではそうしますね。そうですね。マデラとあれ煮切ってるんですけど、それがだいたいまあ 30cc、30で、ほんでだいたい600cc ぐらいですかね。それで大体でこれでつながってくるんでね、勝手にここ沸かして、これは美味しいですよ。ソース、これソースね、これね、よろしいですか。こういった方がいいかな。まあ4人前ぐらいやからね、これ。4人前ですか、これ。これ4人前ですね、普通に。
つぐらいじゃないとね。では早速いただきます。すごい豪快ですね。これちょっと切りやすい顔しますね。はい。あ、すごい柔らかいですね。はい。これ大きい塊みたいな。はいはい、そうです。はい。どうですか。めちゃくちゃ美味しいですね。こんな太いのにお肉。そうですそうです。すごい柔らかくて、で油っぽくないんで、ね、はい、だからやっぱり結構思ったより量がそうですね。なんか最初見た時ちょっと多いかなって思ったんですけど、黒毛和牛やったらちょっと、はい、ちょっと油っぽくない。なんか外もパイちょっとパイッとして、そうなんですよ。パイ料理にはこの油なんでね、パイでこの脂身の少ない赤身の肉でね、ちょうどうまく成立するかなみたいな。はい。すごいパーティーにぴったりな料理だと思います。はい、ぜひ使ってみてください。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。